どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。タラバガニ、海で会ったらすごいカニ。どこであってもすごいカニだけどあいつ読むなって一句、なんて書いてあるでしょうか。今回ねちょっと今回僕も感動しちゃった。ジーニアス出ちゃったんですよ、すごいこれは出ちゃってる。耳なし芳一の耳たち本物が多くて2人多くて2人じゃないよ、マックス2人。マックス2人か。多くてじゃない、多くてマックス2人。耳さんサイドもびっくりしてる4ついるこれ船掛ババアゴーということで今回 OP OP 投げんだよ。だから OP なの。あー、しかも OP ってカタカナで書かれるとわからないのよ急に。ゲンさんにこれ書いた瞬間に、あ、ちっちゃい声で言われたローマ字で書くと思うやんということで今回やった企画はこちら、ゴー。絵描きだったら主題歌聞けばミリシラだろうが知ってようが絶対そのキャラデザ主人公かける説。イカのお寿司。例えばアンパンマンミリシラでもアンパンマン優しい君はなるほど優しいアンパン男を描けばいいんだってなる。優しいアンパン男がおそらく主人公なんだっていうのが分かる。そういうことまあそうね、それは極端な例だけど、じゃあ例えば年収問題ここに書いてほしい。はい。じゃあ僕が今ちょっと流します。今回はイヤホンで俺たちが聞くだけで、概要欄に今日はこの曲を現在流しております、聞いてきてください。そういうスタイル、不況スタイルじゃあこれをつけてください。今さやさん何かとある曲聴いてるから、聴いてる。これを聞いて、ちょっと書いてみてよ。まあでもなんか聞いて書いてるよ、ほらさやさん。なんかこういうやつですよ。俺本当に絵描いてる人かなということで、はい今さやさんは教科書にない問題集にないそうバッドなまじないまで聞いてたはずなんですよ。つまり、ブリンバンバンボーン聞いてたわけ。つまりマッシュルだったわけ。今回やることはこういうことで、知ってたら書いて知ってたのか本当にブリンバンバンボーンを聞いてもらったんですけど、これも知ってる人多いテレビアニメマッシュルのオープニングだったと思うんですけど、でもね歌詞の中にさ全部生身でとかさそう入ってるんですよ。そしたら生身でやばいやつは書けるわけよ。他の生身じゃないスーパーパワーがある世界で何かをやってるやつなんだろうなまで妄想できるのが絵描きってことでしょ。それ絵描きなんだ今なんかそれは絵描きではないんじゃないかと思って、妄想を働かせなきゃいけないやっぱり。みんなはただここでサイレントの状態なんだけど、我々が今から主題歌聞くんで、3回戦分それぞれ3曲ずつ持ってきてます。お互いが知ってるだろうものもあるし、知らないかもしれないものも持ってきてる。で知らないやつだったら今みたいに連想していって極力そう近しいものが生み出せるんじゃないかっていう、そういう企画です。今回やっていきたいと思います。もうワクワクですよ。もしかしたら、みんなには、いいアニメ作品およびその原作にあるかもしれない漫画作品と、いいアーティストどっちも知れるかもしれない。いや確かに。で我々もお互いそうだよ、お互いが布教し合える可能性もある。確かにね。ちゃんとYouTube に公式チャンネルで出てるやつから選んできたんで、そう概要欄に貼ってあるので、皆さんもぜひ聞いてほしい。だから逆に言うとこの動画のネタバレはもう全部下にあるから、気になる人はもう今は遅いかもしれないけど、見ない方がいいです。触るな見てから見た方がいいです。はい、それでは第1回戦目。いやでもねこの企画はね、すごい楽しみでもあるんだけど、めっちゃ難しいと思う。なんか私ってなんかもう好きなものをゲンさんに知ってほしくてしょうがなくなっちゃうから、知ってるんじゃないかなと思って。なるほどね。そのパターンは確かに僕も危惧してるんだけど、割と僕は狙ってますよ、虎視眈々と。で今回の企画として、だいたい1分30秒ぐらいのさテレビサイズのとこあるじゃん。1番のサビが終わる地点で止めて、でそこまでの歌詞はお互い見れる状態にします。じゃあまずはさやの方からお願いします。じゃあさやさんの1戦目、こちらです。ノリノリのゲンさんをご覧ください。何が面白いってこの動画曲が流れないんですよねほらこのリズムです。皆さんご覧ください。ノリノリです。シュールだなこの動画でもまあ今聞いてますから。あれ待って知ってるんだけど、何の主題歌なんだったっけっていう。これ一番簡単なんじゃないかと思って。知ってると思う。ここまでですね。アニメサイズ今ゲンさんにね聞いていただきましたで今、ゲンさんに聞いていただいたのは、
ウルフルズで、はい、そうウルフルズだった、はい、バカサバイバー。そうバカサバイバーっていうのも分かったんだけど多分合ってる。ドキドキする。いきます。これなんかこっち側ドキドキするね。流しますよ。はい、お願いします。知らないんだけどこの曲。いやめちゃめちゃ好きな作品だし、めっちゃ好きな曲。これ多分ね視聴者の人もね、大好きな人いっぱいいると思う。はあ、なんかめっちゃ爽やかですっごい好きな曲だった。もうね、でもなんか知らなかった。僕はスーパービーバー大好きです。スーパービーバーのひたむきっていう曲です。これはい。知らない。なんだこれ。待って、これも考察班だな。でもまずゲンさんが好きっていう大ヒントがあるから。確かにそれは確かに。1回戦目は、ウルフルズのバカサバイバーとスーパービーバーのひたむき。歌詞から曲から感じられたイメージで正しい主人公は書けるのか、もしくは知ってたらそれを完璧完全一致でもう記憶からジュワーンってなってくるはずなんで。そうね、当然ね。じゃあ制限時間はですね、もう20分間。かしこまりました。20分でいけちゃうはずなんで、よーいスタート。待って、むずい。歌詞考察タイム。そう、歌詞考察タイム。今歌詞とね文字と今向き合ってね、なんかすごいいい歌詞だってなってる。めちゃくちゃいい。スーパービーバー僕が好きなのは知ってるでしょ。いや知ってる。なんとなく曲調と、バンドのビジュアルのなんかギャップが結構あるって個人的には思ってるんだけど、めちゃめちゃ好きですね。これなんかゲンさんが昔書いてた漫画の主人公とかある？なわけないでしょ。何それ急にドッキリし始める。いや僕がこの曲をイメージして書いたんですってバカか。やらないだろそれは。これちょっと正直、バカサバイバーは、多分合ってるんだよね。多分ね分かってると思う。僕分かってると思うんだけど、その答えが書ける自信ないし、さあなんでこれ持ってきたって思ってるよ。分かってもその主人公じゃなくて主人公の周りにいるキャラも一緒にセットで書いてる。主人公しか書かんよ。なんでよ。なんでだよ、時間的に間に合わないでしょ。大丈夫、書けるって10回言ってみ、書けるようになるから。書ける怖いよ。なんその精神。ちょっと待って、でもね今2択なんだよな私今。主人公が多分ものすごく自分の無力さを痛感してるキャラクターだと思うんだよ。なるほどね。で曲のタイトルがひたむきだから、めっちゃいいよな。それでひたむきっていうのがまさにこの漫画の主人公を象徴としている曲名な気もするわ。少し世代？それはちょっとそういう企画じゃないから。そういうのよくない。このスーパービーバーのひたむきを聞いて得たインスピレーションを吐けばいいね君は。ただそれだけなんだ。バカサバイバーってめちゃめちゃ元気出るしいい曲なんだけどさ、作品全体がさ、そうやって言ってくれてるような感じがするから好きなんだよね。もう分かんないよ。もうなんか正解かどうか分かんないからです。なんか今ストローク長かったね。ストローク長かった確かに。なんかずっとストローク長い。ストローク長いよねなんかね。なんでだろうね。でも人生で初めて書いてるかもしれない。人生で初めて書いてるかもしれないし、合ってるかもわからん。書いたことないから。でもそれで大体合ってるキャラ書けてたらすごいよね。そのキャラデザが。でも1回戦目ちょっとあれだね、なんかお互い当たりはついてる感じだね。なんかちょっと今想像したキャラクターがいて、その主人公のことを思ってこの歌詞を見たらすごいぴったりかもって思っちゃったの今。いい曲って割とさ、誰にでもなぜか当てはまってる気がするっていう、自分のための曲な気がするって思えちゃう。それ作品を知らなくても楽しめちゃう曲みたいなね。あるよね。俺多分うまくね。うまい。合ってねこれ。ペンのストロークめっちゃ長かったのじわじわ確実に何かを書いてる。普通だったらだってさ、絵描く時ってさシャッ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 とかがさ基本じゃん。俺自分のスケッチブックにこのキャラ描く日来ると思わなかったの。はい、ちょっとごめん、僕の絵がでかすぎて弾けが止まらん。マジでごめん、弾けちゃってる、ごめんね。せーのドン。うまっ。これはごめん、知ってた。バカサバイバーボボボボボボボの主題歌。正解です。なんでかけたんだろう。うまっ。人生で一回も書いたことないよ。本当にこれ誓ってボーボも書いたことないと思う。でもヒゲの形がちょっと違うくらいで。そう、多分ヒゲなんかもうちょっと特徴的な形してた気がするんだけど、もうほぼすごくほぼじゃない。いやほぼだよ、すごいよ。うまいよめっちゃ。でも歌詞を聞くと、このなんか全体を通してこのボーボボの弾けた世界観っていう。そうしかもハレクラニっていう大量のお金を飛ばしてきたりとかする敵が出てくる時か。そう、オープニングだから金稼いでるとかも入ってんだと思うんだよね。なるほど。じゃあその時のシーズンのところが表されてる主題歌なんだ。そう、スポンサーがついてなかったのに最後まで走り切ったボーボボのアニメ。
ゲンさんにこの企画やろうって言われて、じゃあお互いこう探してこうやった時に、俺だってなってちょっと最初に決めた。であと天之助ね。天之助の解像度が低すぎて、鼻だ。そうだ、鼻か。そうだよ。天之助にはこう鼻があるんだ。鼻があるんです。そうだ。おお、天之助になった。鼻かいたらまあ正解ということですね、これ。いやもう大正解。でもやっぱり曲聴いたからこれだけ思い出したのかも。じゃあさやさん、問題のさやさんは、スーパービーバーのひたむき。こちら。これは僕のヒーローアカデミアなんじゃないかと思ってるんですけど、ちなみにこれさやは知ってて書いたの？知らないで書いた。正解は僕のヒーローアカデミア第6期オープニング。やったーすごい。分かるもんなのか、やっぱり。なんていうかさ、こう自分が無力だと思ってる主人公って結構いいじゃないですか。そう歌詞見てた時に、信じる人のそのためにある可能性とか、どれだけ強く願っても時に世界は無常だとか、ちょっとデク君っぽいなって。いやーマジでそう、マジでそうなのよ。かなりヒロアカのさ、世界観に寄ってるじゃん。そう、デク君っぽいなっていう歌詞だなってちょっと思って、マジでね、よかった、当たった。嬉しい、めっちゃ嬉しい。当たってるし、なんか確かにかっちゃんすごい、かっちゃんだし、こんな靴履いてるしな。そうで、確かに最近こうだね。最近こんなになってますね。もうこれってなんかもう第1巻も第1巻じゃない、第1話だよ。第1話も1話幽閉に留学してないもん。確かにまだ留学してない。はい、でも1回戦目はこんな感じ。なんかうまくこの企画の醍醐味がいきなり出たんじゃないかなって感じするんだけど、2回戦目いきましょう。じゃあ2回戦目いきましょう。じゃあさやから聞くわ。はい、じゃあ2回戦目、こちら参ります。いきます。聞いてます今。聞いています。ゲンさんが。これは可愛い系ですよ、ゲンさん。でもね、ゲンさんの中のなんか知ってるけど思い出せないのところにね、静かにして。ごめん。聞いてるんだから。静かにして、ちょっと。すごいいい曲なんで、可愛い曲なんだけど。めっちゃ可愛い曲だよこれ。はい、ここまでですね。すごい顔してる今。すごい顔してる。考えすぎて多分すごい顔してたと思う。なんか眉間のシワがね、もうすごい、なんか眉間のなんかもう溝みたいな、開口みたいなのがすごいよ。ブオって感じの眉間だった今。いや待って、この曲は聞いたことある気がするんだけど。はい。マジで知らんかも。マジで知らん。ちょっととりあえず歌詞をから考察する。はい。これ作品の声優さんたちが歌ってる？そう、歌ってて、歌ってるユニット名がもうそのキャラクター名になっちゃってるから、ちょっと歌ってる人は今のだけはぼかしますね。OK です、OK です。はい。でタイトルはフレンドしたいです。はい。でもそういうなんかね、曲から聞いた印象は、めちゃくちゃ可愛い女の子たちがキャッキャしてる日常コメディだと思うんだけど、でも全然想像はついてない作品の。はい。可愛いでしょ？すっげえ可愛い。でもこの曲もちょっと可愛いんですよ。可愛いんだけどかっこいいし。はい、2回戦目ゲンさんいきます。これちょっとしかもホットですね。僕昨日からマジでヘビロテしまくってる。マジで？良すぎて。バンプオブチキン？それはいつも。はい、いきます。はい、お願いします。可愛い、めっちゃ。知ってるアーティストですよ。でもね、結構今回歌い方変えてます。可愛い、めっちゃ。最高、マジで好き。もう本当にこれマジで本当にね、うわーってなっちゃって。はい。でも聞いてください、もっとちゃんと。はい。うわ、可愛い。これめっちゃ僕ハマったんだけど、マジでハマったばっか。世間でホットなんじゃないの？ゲスさんの中でホット。違います。世間で大ホットです。でもわかんない、これ歌詞見ちゃったらもう作品そのものを象徴しすぎてて、そうなんだ。ちょっとあれかもしれんが、YOASOBIのアンデッド。へえ。でもなんか確かに雰囲気全然違う気がする。マジで可愛い。はい、いきます。よーいスタート。これはゲナゾが関係していますか？ストレートすぎる。そのアキネーター飛ばしすぎだろ、関係してねえよ別に。これさ、さらにプレッシャーかけていい？YOASOBIの主題歌で当てられないわけなくない？てか作品を表現しすぎてるぐらいさ、しちゃうじゃん。アイドルとかすごすぎたもん。もうさ、まんまじゃん。でもそれレベルでしょこれということは。そう。僕聞いた時に、うわ、おしゃって思った。すごいってなるぐらいだもんね。まあ見てろって震えちゃった。で分かんなかったらミリシラでもう想像力を働かせて書いてください。今僕がそれです。ちなみにそう。これお絵かき力じゃないよ、国語力だよ。確かにそれは妄想力、本当に。フレンドなら友達でしょ。そうだ、好きって言ってみた。大好き。かわいい。なんかゆりゆりしてる感じ。文字に起こすとさ、超かわいいよね、その歌詞ね。なんか絶対これ
男がいないと思う、この物語に。男なんかいらなくない？いや、すごいこと言うこの作品私知ってる？いや、わかんない。知ってると思うけど、知らんわけないとは思うんだけど、ただ今連想できてるかどうかっていうと絶対できてないと思う。悩める人の子よって言ってるんだよな。なんかちょっと上から目線のやつが出てくるんじゃないかな。ほう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 。読んだことある？さや知らない。僕はさやが原作を読んだことがあるかどうか知らん。その情報は僕のなんかね、結婚生活に入ってない。作品についての話はしたことはないけど、明確には。でもね、話してないこともない気はするけど、わかんないな。カウンセリングやれやれでもダメだな。中華裏路地系のH1お兄さんしかいいからもうあと10分しかないよ、さやさん。待って、でもいや、なんか怪しいんだよな。さやが選んでるってことだもんな。お、すごい。そこまでペン入れして考察が始まっている。遅いよね。びっくりした絶対遅いよね。もう無理ない。戻れないのに。もうペン入れしてそう、あと7分しかないから絶対戻れないのに、今からまたなんか覆そうとしてたよね。はい、ということで、2回戦目こちら、せーの、ドン。出来上がってる。いや、さやさん10分間あれだから考察に使っちゃった。いや、そうなんだよ。でもしかも書き終わんないからちょっとはみ出て、そのはみ出た分も僕費やしちゃったから、なんかすごい作品イメージ固まっちゃった。最初に言ってたのはなんか女の子がそうそう、女の子たちが軽音みたいな感じ。そう軽音とかもそうだし、由々しきとかさ、なんかそういうキャッキャした系だろうなと思ったんだけど、なんか言いようのない陰りがある歌詞って思った。おー、これちょっと深読みすぎかもしれないんだけど、したいからしたいならしたい時したいでしょ、大好きはいっていうこの流れが、したいっていうのが漢字変換でしたいになるんじゃないかっていう読みで、日暮らしシリーズっぽい印象を受けたの。屋上に真っ赤な太陽をかなり叫んでみた、元気です私たちはここにいますみたいなさ、わかんない、なんかメッセージ性があるなこの歌って思ったけど、作品は分からず書き始めてこんな書いちゃったんだけど要は僕このしたいっていうのをから連想で、これごめんね、これ適当になんかお札貼ってあるんだけど、首だけそこは友達の死体を継ぎはぎして抱えて持ってる女の子、やば。世界で唯一生き残った女の子で、この子がね、この子世界で唯一生き残った女の子で、これは親友たちを継ぎはぎしてできてる首。もう世界はずっと真っ赤な空しかないのだから、このゾンビの世界で親友たちが4人ぐらいいて、友達全員死んじゃったけど、その友達を全部継ぎはぎして小脇に抱えてる子っていう作品を勝手に作ったっていうだけ。でもすごいかも。歌詞名がフレンドしたいで、学校暮らしの主題歌なんです。すごくない？そう、すごい。学校暮らしって女の子たち4人が学校で生活する学園生活部っていうのを作って学校でずっと生活をしてるっていうすごい可愛い感じのお話なんだけど、でも実は世界がゾンビパニックに襲われてしまって学校から出れなくなっちゃって、学校で生活せざるを得なくなっちゃった子たちの話なんだよね。ゾンビパニック合ってる。いや、その陰りをやっぱりでもなんかさ、歌詞から普通の萌え系アニメじゃないような仕掛け太郎みたいなあと文章で読むと感じる。てかさ、そういう意味で言うとフレンドしたいっていうのはフレンドしたいなんだね、ってことだよね。っていうことだよね。いや、すごい。いや、惜しい。惜しい。嬉しい。ちゃんと楽曲から受け取れたのかもしれない。いや、そう。よくわからないうぬぼれが出てくる。ね。好きそうなやついるけどさ、俺も好きそうなのができちゃってどうしようってなって、どうしよう、これ何？これは私がなんかもうイメージをもらったっていう感じ。なんか悩める人の子よとかってなんかちょっとこう上から目線のなんかめちゃめちゃ高いところにいそうな感じの人がいて、でかつなんか古今東西とか漢和九代とか、まあそういうなんか漢字の4文字熟語が出てくるから、なんかちょっとアジアン系、アンデッドっていうタイトルもそうだし、なんかこんな2人組が誕生したっていう。なるほどね。骨董商のお兄さん、骨董商のお兄さん好きだな。好きなんだよ。好きだろ、全人類好きだろ、そんなの。その骨董商のお兄さんが売ってたいわくつきの何かを触ってしまったせいで幽体離脱してしまったお疲れ OL ちゃんが、気づいたら、みたいな、私体ないじゃんみたいな感じになった時に、このお兄さんに体を売られてておいてめえ何しやがるんだ、あいつ私の体取り戻してこいよって言って、こいつを使って、もう売られちゃって、どこに自分のいいじゃん、面白売られちゃったから、このなんかひょうひょうなんかヘラヘラお兄さんが、
を何とか刺激して、自分の体を取り戻そうとする凄腕的キャリアウーマンちゃんのお話。なんか好き設定。タイプも好き。でも全然違うんでしょうね。正解は物語シリーズオフ&モンスターシーズンでした。化け物語シリーズ。化け物語シリーズ最新作の主題歌。拙者化け物語シリーズ履修しておりません。そうだっけ？そうなんです。あやさん物語シリーズ見てないの？見てない。平成のオタクなのにっていう気持ちでいっぱいなんだけど。平成のオタクなのに。平成のオタクの必須コンテンツじゃなかったこれ。でもゲンさんがこの曲を紹介してくれたおかげでこんなお兄さんも生まれたので、ありがとうございます。僕もなんかこんないいコンビが生まれたんで、それでは第3回戦目。はい、3回戦目でございます。開催でございます。本当に今回はちょっとガチで考察系持ってきてみた。そうなんだ。これ考察タイプだなと思って持ってきた話が。我々こう悲しいことに多分アニメを見るときってほぼ一緒のタイミングで見るじゃん。昔のじゃなければね。結構同じタイミングで見ちゃってる可能性がある。だからこそゲンさんがそのアニメを見てないっていうのだけは知ってるから、曲は知らないけど原作は知ってるから持ってきたので、というわけでこれがポッツです。はい、ポッツどうぞ。はい、第3回戦さやさんの曲スタート。かっこいい。ファイヤー。ファイヤーしか聞き取れない。片耳の弊害出てる。かっこいい。このぐらい？はい、ここまでですね。こちらウーバーワールドでタッチオフって曲です。ウーバーワールドか。そうだ。なんか聞いたことある声だと思ったら。はい。この曲知らなかった。でも歌詞を送ったので、ぜひ考察を深めてください。3曲目。何嘘だろ。鹿の子の子の子こしたんたん、鹿の子の子の子こしたんたん、鹿の子の子の子こしたんたん。ちなみにですね、こちらの曲オープニングなんですけど、曲名シカイロデイズなんですが、アニメ放送前のためオープニングがないです。オープニングのイントロ、耐久1時間動画がなぜか公式から出てる。これなんですね。これあとここの部分だけで1時間続くんだ。そう好きなだけ聞いてもいいし、歌詞も渡してもいいけど、鹿の子の子の子こしたんたんしか送る内容がないから。いやオープニングのイントロだけど、最近聞きすぎて僕、でも僕この作品知らなかったの。知ってた？知らない。この曲が話題になってるのは知ってた。じゃあ歌詞を送った？さや僕に。送ったけどお前も送れよ。だからいらんやろ。そこしかないんだって。なんなんだよ。でこれこそミーシラでも曲の感じからキャラデザ当てられるでしょができるかもしれないっていう本当の意味で。かのこのこのここしたんたん14文字で俺に何を知らさせるんだよ。でもこの14文字に全てがこもってると思う。あと曲調というか声というか。まあね、確かに。ちなみにこれキャラソンみたいな歌い方してるタイプ。学校暮らしみたいなね。そうだね。主人公の子たちが主人公周りが歌ってるやつらしいです。さやが大好きなやつね。はい。この子の子のここしたんたん。よし、OK です。行きましょう。ゲンさんあれ考察力。私はもうなんかもう俺14文字しかないからさ。行きましょう。よーい。もう書き始めも早いんだ。低音。すげえファイヤーだけめっちゃ聞こえてたのよさっき。それで未来で何が言える？ノーノーノー。進んでいく。止まるなんてノーノーノー。はあ。はい。いかがですか？知ってるんだよね。知ってる。絶対に知ってる。ヒントも49個まで出してあげるから。すげえくれんじゃんヒント。だいぶ逆境からスタートしてるタイプの作品ですね。あといくつの自由をとか言うし、拝む神なんていないや星もないやでも願うことはやめなかっただから相当こう大ピンチからスタートしてるいい作品だと思う。多分今ね2択来てる。嘘。すごいすごい。いや2択来てるけど、迷ってる。楽しい。問題出す側って楽しい。だってもう私考えるな感じろっていうパターンだからさ、私ゲンさんのもう一挙手一投足がワクワクしちゃう。てか女の子がわちゃわちゃしてる系で、かつ4コマ系のこうほのぼの日常系で、
主人公はちょっとこうおっとり系で、はいはい、近くに頑張んなさいよみたいな感じの、しっかりちゃんがいるイメージのやつね。なるほどね。まださアニメが放映されてないっていうことさ、ゲンさんも原作知らないってことですよ。いや実はゲンさんは、今回この企画をやるにあたって、原作読破しました。おおいやでなんか最初の方読んどこうって思ったんだけど、最初の方読んどこうって思って夜中読み始めたら、完走した。はいはい、ということで3回戦目、はい、せーのドン。鹿の子の子の子虎視眈々です。これがまあでも言いたいことわかる。でも、こうふわっとしたアウトラインでは、惜しいとこまで。あ、本当？これ本当はねもう一人女の子描きたかった。仲良し4人組の感じにして、なるほどね。でかつおっとり系メガネがここに参戦するんだけど、予定としてはね、まあパッと見こう穏やかで可愛い子たちが、まあ全国大会みたいな、そういうちょっと大きな規模のものに全国大会、大きな規模のものに挑戦していくっていう、なんかこう学園コメディみたいなイメージで、この子主人公ね、このおっとりちゃん、このおっとりちゃんが主人公なんだけど、その弟が無理やり参加させられてるっていうのがすごいポイントで、なるほど。こういう弟が、それなりに、まあ、ちょっとこう、学校の評価としてはイケメンでちゃんとメンズしてるみたいなのがめっちゃ好きなんだけど、でもこの立ち位置じゃん。もうメインはここ、そうサブオブサブが好き、だけど書いちゃったんだ。だけ書いちゃった。4人目書かずに4人目書いちゃったごめん、ここ本当はこの4人目が今度はメインなんだけど、数話に1本ちょっとこれだるいから弟に任せよみたいな感じの回にしか出てこない弟が好きなんだけど、なるほどね。これさんの癖ね。大きなくくりで言うと、そもそも歌詞から読み取ってほしかった。どういうこと？歌詞あったじゃん。鹿の子の子の子？鹿の子の子の子虎視眈々って言ってんじゃん。鹿の子がのこの子と虎視眈々と、正解。キャッチコピー読もうか。はい。人類よ鹿を目指せ都立日野南高校に通う女子高生虎視トラコ。はい、ある日登校中、彼女は顔に冷たいものが当たるのを感じた。ふと上を見ると、そこには鼻水を垂らし、角が電線に引っかかって身動きが取れなくなっている女の子が。何？うっかり変な角の生えた少女鹿の子の子を助けたことで、優等生の皮をかぶった虎視トラコの未来が、人生がかき乱されている。鹿です。じゃあ鹿の子が出てくるんだ。鹿の子の子ちゃんが出てきます。そういうことだったんだ。鹿の子の子めっちゃ鹿やはい、僕の方がウーバーワールドのタッチを。いやなんかねめっちゃ迷ったんだけどこれさ、ここにいた米印、彼の理想。彼の理想ね。これこれ書いてて途中で、そもそもこれ主人公書こうとしたんだけど、髪型全然違う髪型書いちゃって、あれもう違うわってなってそう途中まで私分かんなくて、そう髪型全然違うから、これなんかスピンオフの主人公みたいになっちゃったこれで分かった。でこれはエレンなんだよ。そう、これはエレンを書こうとしたけどエレンじゃなくなったで彼の理想、彼の理想。僕が聞いててなんかいろいろ想像したんだけど、忘れたいことは忘れられないこととか、天国への道は地獄からつながってるとか、なんていうの、ジャイアントキリング系の話じゃん、完全に。候補があと2つあって、どっちもジャンプなんだけど、ドクターストーンか、ヤクネバっていう選択肢があって、結果進撃が勝った。そうなんだ。いやよりやばそうなの進撃かなって。そうで僕は進撃の巨人を見てないのよ。アニメね。シーズン1しか見てないの、他はもう全部原作でずっと集めて、原作読んで完結まで追って、でなんかちょっとエンディングが違うらしいということ情報だけは知ってるけど見てなくて、分かんない。もしかしたらどこかのシーズンでウーバーワールドが主題歌を担当したことがあったのかしらとか思っちゃった。で進撃の巨人ということと思った。正解言ってよろしいですか？はい、正解はケンさん美味しいです。こちら約束のネバーランドです3択ミスすごい、3択まで入ってたんだ。そう入ってた。おーっと思ったんだよ。あといくつの自由をとか、いやそうだからそれこそ天国への道は地獄からつながってるとか、そうなんだよな。めっちゃヤクネバっぽくてかっこいいとか。確かにそう言われたらヤクネバっぽいわ。やっぱりオープニングの映像がめっちゃこれに沿っててすごいかっこよくて、そうなんだ。そうこのわずか数センチだって願った場所に向かってとか。いやそうね。そう確かにそう言われたら全然ヤクネバだわ。そう惜しかった。
したかった。でもゲンさんが書くレイとノーマン見たかったな。ああ、なるほどね。書けば今書けば今ってどういうこと？おかしいでしょ。答えも分かったことだし。楽しかった。楽しかった。いや、なんか素晴らしい、ちょっと今回ね曲をたくさんお借りしたわけですけど、皆さん全部今回ね妄想の元にさせていただいた主題歌は全て概要欄にありますので、皆さんもぜひ聴いていただければと、作品の世界に浸っていただければと思います。このお兄さんは別で書きます。A さんに主題歌歌ってよ。